この動画は、以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。新年、明けましておめでとうございます。ようよう終わりゆく平成の時代、皆様いかがお過ごしでしょうか。昨年も様々な良作アニメと劣悪環境アニメが軒を連ね、話題にこと書かない人とせでございました。覚えていますか？そんな中でとつとつと思い出語りをゆっくりしていくこの動画、コンスタントな動画制作とは程遠い速度の語りですが、何卒今年も、お付き合いしていただければ幸いです。それでは新年一発目の、今回の作品は、はい、新年一発目の推し語りは番外編となります。この番外編では、ウプ主が自主的に見たものではなく、人から勧められて初めて視聴したアニメを取り上げていく回です。なぜ唐突にこんなコーナーをやるかというと、どうしても紹介したいアニメのサントラが手に入らないとか、キャプチャ画像が少なすぎて動画にできないとか、そのような事情で紹介が滞ってしまうのを防ぐためなので、今後も、動画制作事情によって不定期に発生すると思います。幸い、世の中にはまだまだウプ主の見てないものがたくさん存在するからね。念のために言うと、作品リクエストなどは受け付けないので、これ見てほしい、というものは見てくれたらいいな、程度の、運試しのつもりでお願いします。熱意は伝わってますので、それでは、今年の語りを始めましょう。今回の作品は、死ぬな、殺すな、囚われるな。ジョーカー、ゲーム。ジョーカー、ゲームは、2016年に放送された、全12話のテレビアニメだよ。ウプ主は存在は知ってたんだけど、ちょうど忙しかったのと、小説原作のアニメはついつい原作履修したくなってしまうので、リアタイをスルーしていたんだよね。これは角川書店から2008年に出版された柳浩二氏による、複数のミステリー、スパイ小説、通称 T 機関シリーズが原作なんだけど、2009年、2014年の時点ですでにコミカライズされており、2015年には実写映画化と、アニメ化以前から盛んにメディアミックスが展開されている作品で、まさしく満を持して、と言わんばかりにアニメーションへ、コマを進めた。ように見えるけどその実、原作者本人やミステリーファンたちからは、アニメ向きではないのでは、と懸念されていた作品だったよ。ウプ主は恥ずかしながら、ミステリーには疎い人間ですが、話の出来もさることながら、その疑念の原因である作風に、こういうものもあるのかとうならせてもらったよ。舞台は昭和12年以降の日本。物語は、朝8時に白人の家平憲兵隊が押し入る場面から始まる。昭和13年春、佐久間陸軍中尉は参謀本部との連絡係を務めるため、杖をつくやセギスの男、結城中佐率いる部門への出向を命じられた。大東亜文化協会、と看板の立てられたその施設は、第二次世界大戦へと繋がる火種がくすぶり始める昭和12年の秋に、陸軍中枢の猛反発を押し切った結城中佐によって、秘密裏に帝国陸軍に設立されたスパイ養成学校、通称 D 機関、己の情報が全て記された上で語学、医学、薬学、物理学、通信や鍵開けなど様々な情報処理と体力の限界を試され、それでもなお訓練を合格した8人の精鋭たちを要するが、多くを軍歴と関わりのない地方人が占め、士官学校から叩き込む、日本軍人の理念に真っ向から対立する結城中佐の教育から、佐久間はスパイという存在を認められずにいた。見せかけのルールにとらわれず、裏で行われている取引を見破り、見えない存在として生き残りながら情報を集め、騙し合いを制して任務を遂行するジョーカー、ゲーム、名誉や愛国心ではなく、自分にこれぐらいはできるという強い自負心、それこそが彼らをスパイたらしめることを、佐久間は思い知る。それから時が過ぎて14年の春、佐久間は武藤大佐から、親日家ジョン、ゴードンがスパイであることを証明する、動かぬ証拠を抑えろ、という命令が下る。
シリアスなあらすじだね。あらすじを見ての通り、この、ジョーカー、ゲーム、日本軍に所属する佐久間を主人公に、結城中佐率いる D 機関擁するスパイたち、三好、上長、甘利、畑野、実井、福本、田崎、小田切、彼らの活躍を掘り下げていく物語。と見せかけて、残念ながら佐久間さんが出てくる話はこれっきりです。これっきりです。この、ジョーカー、ゲーム、そもそもの原作が、同じ世界観をした時期に書かれたオムニバス形式の短編集で、小説単体だった頃には各本をシリーズ扱いすらしてなかったくらい、主役も舞台も、話ごとに違うものが書かれているんだ。なので先ほど話した1話のあらすじに出てくる佐久間さんは、表題作、ジョーカー、ゲーム、での主役というだけで、前後編が終わった3話からは、別の話、別の主役、別の舞台になるため、以後全く出てきません。その活躍と主人公らしい人間味ある性格から、感情移入しやすく、非常に勘違いされやすいんだけどね。ではこのアニメが実際どういう話かというと、D 機関のスパイたちの活躍を掘り下げる話、であるのは事実だよ。ただし、視聴者が見ていくエピソードとして書かれているのは、完全にスパイとして潜入しきっている彼らの姿なので、いわゆる普通の物語の定型的な背景描写みたいなものは一切がっつり省かれており、まさに本格的スパイ、ミステリーというわけだ。どうアニメ化するのか、という点が心配されていた今作だけど、蓋を開けてみれば全くの奇遇であった、と喜べる安心の夫人。監督を務めるのは、作画監督などを経てから、2010年の戦国バサラに、で監督デビューを果たし、攻殻機動隊、新劇場版、を手掛けた野村和也監督だけど、制作会社は堅実美麗なプロダクション IG、音響監督に安定の岩波義和、キャラクター原案には FGO のキャラデザに参加している三輪史郎に、シリーズ構成と脚本は、銀玉、や、配給、でおなじみの岸本拓ときたもんだ。そして何より今回の、ジョーカー、ゲーム、舞台が近代日本というだけあって、チーフリサーチャーとして、ドリフターズ、純潔のマリア、などの設定交渉を担当している、白戸誠一さんが加わっており、アニメーターと席を並べてこのアニメの完成度に一役買っているよ。設定をしっかりしたものにしたい、という野村監督の意向で、時代にあった土地、文化、歴史、風俗に関する資料提示のほか、レイアウトから当時の建築様式、道路の舗装仕様について、映像面でもしっかりチェックされているんだ。中でも注目なのが、テレビアニメホームページのスペシャルにある、ジョーカー、ゲームの裏の裏の裏、というコラム、各話ごとの政治的、軍事的背景、そこにおけるスパイの仕事、これらについて丁寧に綴られた白戸さんの見解が、全話分もあるのだから、読み応えは抜群。ちなみにこちら、親切にもネタバレ防止用の前置きが、設置されているので、うっかり踏みたくない初心者にも安心。スペシャルには、アニメ上での時系列を記した画像もあるので、全体的にホームページはかなりの親切設計となっているよ。設定段階での説得力は背景だけでなく、スパイたちの描写の元であるキャラクター原案にも現れているね。先のあらすじ説明で登場人物となる D 機関メンバーの顔を画像で流しましたが、初見でパッと彼らの顔形と名前を覚えられた方はいるかしら？もし見返さずにその場で全問正解できるようなら、中佐から直々にお誘いが来るかもしれないね。同じような端正かつ生白い顔立ちで統一された彼らは、時間をかけなければ覚えづらい、デザインにすることで、見えない存在でなければならない、という、D 機関の教えを、視聴者に対してメタ的にも体現しているよ。実際キャラクター原案の三輪さんは、打ち合わせの時に、同じ顔のキャラを8人作ってくれ、という旨の指示を受けたらしいね。ちなみに最初に作られたのが三好のデザインで、そこから幅を広げる形で他メンバーのなりが決まったらしいです。このようなキャラの顔を覚える、ところに始まり、当時の世界史理解、そして各物語におけるミステリーとしての、伏線や解決筋の理解を30分という短い時間のうちに、視聴者は同時進行で行う必要があるんだ。そのため、これは非常に頭を使うアニメになってるよ。まあ元がミステリー小説なんだから当たり前だけどね。原作未読のままアニメから入る人や、ミステリー特有の情報処理に慣れていない人は、間違いなく各話ごと周回必須になると思います。ただ、いわゆる考察必須のアニメとは違うもので、あくまでも必ず答えがあり、伏線が張られて綺麗に回収されるので、
なるほどなぁ。と理解できるまで、ぜひともぐるぐるしていただきたいね。その快感が、間違いなく用意されているのがこの作品の良いところであり、高いシナリオの完成度を支える要因になっているからね。さて、ここまでの流れで皆様は、この、ジョーカー、ゲーム、というアニメが、非常に再現度の高い、忠実な原作付きアニメだと思っているかもしれない。しかし、このアニメ化、実は根幹に関わるアニメ改編があるのだ。それこそが、原作者や読者からアニメ化できるのか、と思われた要因そのものであり、実のところこのアニメ化を、ただの原作付きアニメよりも、どことなく異質なものにしている要因になっているよ。第30回吉川英治文学新人賞を受賞し、第62回日本推理作家協会賞、長編及び連作短編集部門も受賞した、原作小説の1作目である、ジョーカー、ゲーム、後書きで解説を任された佐藤雄氏は、表に出ている情報から真実をつかむ技法であるとインテリジェンスを定義した上で、柳先生の一連のシリーズをインテリジェンス、ミステリー、と呼称する。このインテリジェンスがどのように表現できるのかという点において、小説とアニメ、異なる媒体で可能な表現の違いが問題になってくるよ。柳先生による原作小説は、字の文で登場人物の、情報と心情が非常に端的に描写されており、アニメ見た後に読むと、本当にこの量でアニメ1話持つのと思うくらい、簡潔な文章量でスルスルと起こる事実が記されているんだけど、この必要最低限の情報で進んでいく筆致こそ、書かれるスパイのあり方、と、親和性が高いんだ。小説上で、登場人物が名前と置かれている状況について説明が入る。出てきた登場人物が主軸となり、喋り、事態を打開するために動く。その最中に別の登場人物が現れ、さらに状況が動いて幕を引く。このドラマの流れにおいて、誰がスパイでそうでないかは、字の文の説明で明らかにされるけど、スパイは常に偽名を使っているため、スパイとされる登場人物が実際に誰なのかはわからない。なぜなら、スパイは見えない存在として溶け込んでいる存在なので、登場人物が実際のところ何者なのかは、重要ではないからだ。重要でないので、その時の名前と状況以外書かれない。つまり、この小説シリーズは物語として、まとめられた筋書きを理解するインテリジェンス、ミステリーの他に、読者側からも見えない存在でしかないスパイたちを使った、D 機関の誰がこの任務についているのか、という、思考遊びのようなインテリジェンスの側面がある。極論を言うなら、シリーズに出ているスパイが、すべて同一人物の可能性もあるし、すべて別人の可能性もあるし、この話とこの話のこいつは同一人物、といった見方も可能なわけだ。文章から想像するしかない、部分が強い、小説媒体の特徴を、見事に利用している作品なんだね。では、そんな小説をアニメ、という映像媒体にしたらどうなるか。絵のみで表されるがゆえに同じような匿名性を持つコミカライズや、一本で話が終わるためにそれ以上の考慮を必要としない実写映画と違い、今回のテレビアニメでは12話という、長いスパンを持つ媒体だ。しかも必然的に、テレビアニメの主要キャストというのは、制作の都合上完全に固定化されることが一般的であり、キャラデザももちろん固定化される。そうしなければ、視聴者はキャラクターが、誰がどう解決しているのかわからなくなってしまうジレンマがある。見えない存在のスパイを可視化させなければ、肝心のミステリー部分の美味しさが、映像として伝えられないんだよね。そこで、今回のテレビアニメはどう処理したのかというと、D 機関メンバーを話数に合わせて完全固定化。おそらく先に原作のどの話を使うか全体の構成を決め、まず最初の1話、ジョーカー、ゲーム、から、三好、神長、小田切、甘利、畑野、実位の6名を、偽名そのままに登場メンバーとしてキャラクター化、原作にある物語編、それぞれ担当回のように配分する。キャラを配分したら、必然的にキャラごとの配属先と、任務遂行の期間を決める必要が出てくるので、
原作で書かれている最低限の季節や、時間経過の描写から、シリーズ上での時系列を決める。それから原作出演キャラが担当している物語を除いた上で、時系列的に6名と被らず他の D 機関メンバーの物語をやるために、福本、田崎という名前のメンバーがキャラクター化されたんじゃないかな。原作小説では、D 機関選抜試験初代の受験者、という表現があり、最終的に初代受験者で残ったのが12人、という設定なので、おそらく2代目機関メンバーたちも、本編時間軸で選抜されている、可能性があるから、実際に D 機関に何人在籍しているのかは謎なんだよね。しかしアニメでは、どうしたってスパイのキャラは作らなければいけないので、話数分必要な D 機関メンバー8人のみを登場させて、本来誰でもよく誰でも可能性がある物語において、徹底的にこの8人をスパイ役として使い倒すことで、スパイの仕事ぶり、D 機関内の連携を、ちゃんと映像媒体で、作品の味わいを損なわないまま、エンターテイメント作品として成り立つように、作られているのが、この、ジョーカー、ゲーム、というアニメの特徴なんだ。つまり要約すると、このアニメ化、原作小説が読者の想像の余地に任せている部分を全部やるために、D 機関メンバーのキャラクター化、それに応じたオリジナルの時系列年表の作成、人物特定不可能なスパイにキャラクターを割り当て、その上でアニメ用にエピソードの構成を改変。という、とんでもない労力のかかった映像化になってるんだ。これってもう、単に原作を忠実にアニメ化した作品というよりは、もはや、公式二次創作、に近い趣だと思うんだよね。っていうか、ここまで設定すること多くなってたら、オリジナルアニメと仕事量変わらなくない？しかも今回のアニメ化では、小説一作目、ジョーカー、ゲーム、での、軍人の話に始まり軍人の話に終わる、という構成を踏襲していて、各話単位で見ても、映像化に伴い省略された膨大な情報量を、改変を加えつつ裁くことで、原作既読でも目が離せないシナリオになってるし、なんて優秀な制作陣なんだ。変態かな？作品の味わい自体は、シックで媚びのない渋い味なんだけど、かような設計の仕方を鑑みると、一線を画する作りのアニメなんじゃないかな。構成についての推しが大体発散されたので、じゃあ声優についてでも話すか。そんなキャラクターたちに声を吹き込んでいるのは、これまた主役から早くまで豪華な声優陣、各国の優秀な上級軍人の重鎮や幹部級を演じるのは、堀内健優、藤原啓治、大塚芳忠、銀河万丈、黒田孝也など、その筋の人たちにはたまらないラインナップがバンバカ使い捨てられ、若いスパイたちには下野紘、梶裕貴、木村良平、桜井貴弘、福山潤に、中井和也、森川俊之、細谷義正、津田健次郎といった具合で、もはやここまで来ると洋画の吹き替えキャスト状態。監督自体は声優に詳しくない人みたいなんだけど、サンプルボイスを聞いた自分の耳を信じた結果がこれだよ。おかげでエンディングクレジットでいつもびっくりする羽目になったよ。ところで、ジョーカー、ゲーム、意外とドラマ CD も多く出されているんだけど、なぜだろう。一作目とそれ以降のドラマ CD で雰囲気格差が激しいのは、このようなキャラ主導の話ができるようになったのも、アニメ化に際してのキャラクター化の働きによるものだね。三好とか未だにストアで店員とかしてるもんね。なんかこう、前提の話を思い返すとじわじわ来るよね。キャラに関しては、公式 Twitter アカウントで、野村監督による D 機関メンバーのキャラクター設定が、画像付きで読めるので、とことん親切な公式だよね。音響面では、もちろん音楽のことも外せない。ジョーカー、ゲームの劇版を担当するのは、もはや、オタクやっていなくてもどこかしらで聴いてるに違いないと思われるほどのサントラ界の大御所、河合健二、D 機関を表すライトモチーフは、様々な姿で情勢の裏に生きる、スパイたちの行動に添えられることで、認知も表の顔も、バラバラに動いている彼らが同じ理念で動いていることを、聴覚を通じて教えてくれるよ。打ち込みリズムの弦楽合奏主体という、劇版なサウンドは、時折ジャジーなトランペットを交えながら、その統一感のあるライトモチーフも相まって、格調高くサスペンスなドラマを盛り立てており、間違いなく、ジョーカー、ゲーム、の雰囲気に欠かせないものだね。しかしこのアニメ、
放送終了後もその完成度の高さゆえか、テレビアニメ版のキャラ設定を下敷きにしたコミカライズも発表され、さらにテレビアニメ版のキャラ設定を下敷きにした舞台版も発表され、昨年には円盤も発売されたというんだから、根強い人気を感じる。すでにアニメは終了したけど、まだまだコンテンツとしては、テレビアニメ版を下敷きにしたものが、さらに今後も広がっていく可能性があるかもしれない。そう、スパイは死んだら終わりだけど、情報は生き続ける、もんね。これ以上はミステリーファンに任せよう。今回の推しポイントをオープン。人物、行動、発言の裏の裏の裏を書き合う物語。キャラクターとして可視化されたスパイたちによる高度な情報戦。小説とアニメ、二つの媒体で紡がれるインテリジェンス、ミステリー。原作改編アニメの例では、すでに岩窟王を紹介していましたが、限りなく原作に忠実なのにオリジナル設定が多い、こんな原作改編も存在するのか、と驚かされたのが第一です。全体の辻褄合わせだけでなく、オムニバス形式のアニメでありながら、様々な状況に立たされるスパイという役割を提示した上で、原作小説と同じ始まりと終わりの構成を持たせている脚本は、散りばめられた細かい伏線まで仕込んであって、まさに変態的高クオリティ。しかも原作小説にはなかったキャラクター要素は、コンテンツとしての D 期間シリーズの展開をしっかり手助けしており、たかがアニメ化、されどアニメ化、非常に重要なポジションだと思います。物語の性質上、キャラも江戸外志向性至上主義でも問題ないので、まだこのインテリジェンス、ミステリーに触れていない方は、視聴者としてこのポーカーの席に立ち、誰が切り札を使ったのか、読み合うジョーカー、ゲームに興じてみてはいかがでしょう？それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。知るなよ。まだ、先を急がれるのですか？会いたい人がいるの？本当に、会えるかどうかもわからないのに？私、あの人にもう一度会えるなら、どこにだって行けるのよ。